こんにちは、小木曽です。今日縦動画です。今日はこの作品を縦に、動画にしてみました。今日は、後期の授業も終わりを迎えつつありまして、学生さん卒業研究等も終わりを迎えつつあります。そういった学生さんとかに向けたエールを送るような動画にしようと思います。ぜひ、今後の人生に役立てるようなお話が少しでもできればと思います。では、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。と言ってもほぼ今日は雑談になろうかと思いますので適当にお付き合いください。まずですね、墨入れという作業をしていきます。人物画の本格版とかそういった動画いくつも上げております。ほぼ同じでございます。で、作品もですね、サム・ホールという作品、小さい作品を書いたんですけども、その気に入ったので、もうちょっと大きめにしてみようということで、15M というサイズにいたしました。私はこの白味という下地を作ってから墨入れという作業をしていきます。大学の先生をやって、14年過ぎました。その前は予備校の先生を7年していたので21年目が終わろうとしておりますが、なんというかこの1年に関しては何とも言えないもどかしい1年でありました。もう致し方ない部分が強いんですけども、直接学生と会う機会もすごく少なくて、なんか消化不良の1年間だったなというふうに思ったりします。だからこういうのを音声に残しておこうかなっていうのが一番大きい目的ですけども、昨年もですね急遽卒業式とかがなくなってしまいました。昨年私がいる佐賀県に関しては3月ぐらいはそんなに感染者もいなくて、当時は10人以下の10人以上の、集まりみたいなのはやめましょうみたいな雰囲気だったですね、3月ぐらいは。で当時、卒業式も急遽なくなって学生さんもちりぢりにいきなりなってしまったので、我が家で8名7名ぐらいかな、当時の卒業生をうちに呼んで、バーベキュー外でバーベキューを3月に、したというのが思い出されます。私が、卒業証書を手作りで作ってあげて、学生さんに、手渡しで渡したらえらい喜んでくれて、それがちょっとツイッターとかに少し上げたら小さくバズって新聞とかから取材が来たというのが思い出されますが、今年もちょっとなんとなく雲行きが怪しいので、なんとなく若い人に向けて、エールを送れるような投稿にしようかなと思いました。私も14年間もう大学の先生、その前は予備校の先生をしていますと、もう何人ぐらい教えたかはよく分かりません。大学だけでも150人以上は教えてるかなと、卒業生を送り出していったかなと、その前とか回すと多分300人ぐらいになるのかなっていう気はするんですが、もちろんその直接教えてなくても慕ってくれて、よく絵を見せに来たりする学生さんもいたりとかして、そんな中でもやっぱりですね、印象深いのは悲しいですね、お別れをせざるを得なくなった人たちが幾人かいます。なんていうか自分で、辛い選択をしたという卒業生がいて、なんか墨入れが終わりました。そしてインプリマトゥーラという作業をします。一番悲しかったのは、卒業式に私はその自分で、天国へ旅立った、子のお通夜に、その当日ですね、卒業式の当日に、行ったのがもう11年前の話かな。ふと思い出すとそう11年も経つんですね。
当時は震災がありまして、もうすごく世の中やっぱりすごく重たい空気でした。3月11日ですかね。で体調を崩して、休学とかしていた学生さんなんですけども、私の誕生日12月なんかはわざわざ休学していても私の誕生日会だけはなんか突然来てくれてですね、サプライズでインプリマトゥーラという、これは吸収を止めるような作業でございます。来てくれたりしたんですけども、やっぱり当時はそういう辛いニュース、悲しいニュースというのが流れ続けていたので、精神的に、きつくなったんでしょうね。だからもしかして今年も、そういった状況に近いのかもしれないからしんどい思いしている人も世の中にはたくさんいるかと思います。私も今から7、8年前ですかね、38歳ぐらいの時ですから、父親が末期がんになった時、本当に私も個人的にすごくしんどかったです。今も思い出すとその時のことは記憶にほぼないというのが本当なんですね。でそれぐらい人間って追い詰められるとすごいしんどいです。一番多分経験したことある人というのは寝れないというか寝た感覚がないというね、その毎日を過ごしていきました。なんかそんな重たい話を今日するためにしたわけじゃないんですが、そういうちょっとしんどい思いをしているという人も世の中にいるかもしれませんので、ちょっと人生に役立つヒントみたいなことを少しお話できたらなと思います。そしてインプリマトゥーラというのはもう一層行います。コバルトブルーとローアンバー、これは同じ色でございます。で私自身が立ち直れたきっかけの一つとしては、明るい性格ですので、明るい性格の人でもなるんですね。しんどくなるっていうことは起こりえます。で私自身はもうとにかくもう感覚がよくなんていうか、生きるのがしんどいというか、もう十分やりきったというような感覚に陥っていくんですね。あれってね、すごくしんどい時はですね。で私自身は、やりきったことがもうほぼないなという時に、母親からまだあるんちゃうかということをすごく言うてもらって、自然の中へ飛び込んでいって、電波も入らないところで、一日中絵を描いたりっていうことをして過ごしていました。でいろんな人の中に、そういう思いをしている人とかで、ちょっと私が見てきた経験の中で全てじゃないですけども、インプリマトゥーラ2層目はこのように筆でやった後にですね、叩き筆というので叩いていきます。自分に自信がなかったりするという子もいたりするんですけども、今日はちょっと自分自身のね、個性の見つけ方というか、個性っていうものの自分で、認識をする方法を少しなんかヒントとして教えれたらなと思います。それが役立つかどうか分かりませんけど、で私自身はその時、しんどかった時救われたのはラジオだったんですね。ラジオは聞けたんですね。あとはもう正直何もできない。それでも実は絵は描いてました。締め切りがあって、はっきり言って絵は良くなかったです。それでもなんか一旦こういうふうに完成油で濡らしてから描いていきます、私はね。完成油というのはポピーオイルというので画面を濡らして、薄く濡らして描いていきます。で長いこと先生をしていると、今の時期ぐらい、今から何年ぐらいかな、5、6年前かなんかに東京芸術大学の卒業生の子がブログに、東京芸大なんか行くもんではないみたいなブログを書いてちょっと一回話題になったことがあるんですよ。であそこに行くと病むぞっていうことで、非常に当時はセンセーショナルに、ブログで、卒業した後に、もうテロ的に書いてですね、後輩がもう油やかだったですけども、後輩がなかなかちょっと攻めたことを言うたなっていう感じで、ちょっと驚いてみたんですけども、
なんとなくそれ分かるんですね。なぜかというと、あの大学というのはやっぱりですね、まず個性がないと生きていけない。そして、ちょっと暗いところを描いていきます。個性がないとダメだみたいな感じですごく言われて、あとは新しいことをしろということを徹底的に言われるわけですね。で、私もそれが実はすごい学生時代しんどくて、まあ僕みたいにも皆さんご承知の通り普通の人間ですよ。何にも面白くない取り柄一つない、人間でございますから、まあ言うたらね、上野動物園第二分校と呼ばれている、東京芸術大学大浦食堂さんが2月に閉店するって今友達からメッセージが来ました。ちょっとびっくりですね。大浦食堂という食堂をちょっとお話しておくと、芸大の中にある食堂でございまして、大学美術館に併設されている、それ以前はすごく木造かなんかの彫刻の建物の横とかにあった食堂なんですけども、そこの親父さんというのはまあ何でも知ってる。やばい、脱線始まったら、まあ何でも知っている。私なんかが大学を卒業してもう25年ぐらい経つんですけど、いまだに私のこと知ってますよ。名前も覚えてくれていて、これすごい異常なほどの記憶力。僕はあれロボットやないかなと思うんですけども、何でも知ってるんですね。で、小木曽君今九州にいるんだって言って、僕は小木曽という名前を言った記憶がないんですよね。正直なところ言うと、私はあんまり大浦食堂で食べてなくてですね、道を挟んで向かい側に音楽学部の建物がありまして、そちらに、キャッスルという食堂があります。そこでよく食べていました。完全に不純ではございますが、音楽の素敵な女性と出会う機会はないのかという完全な不純な動機でそちらで、食べることが多かったんでございます。そこの買った店長かどうか分かりませんけど、福本豊さんという人がいて、その方が亡くなられたっていう時もやはり芸大の仲間から連絡が来ました。福本豊というとですね、私たちはもう本当に世界の盗塁を阪急ブレーブスにいた福本豊か、国民栄誉賞を、こんなんもろたらタッチションできんようになるわっていうことで、辞退したということで有名な福本豊さんか、キャッスルの食堂の親父福本豊さんというふうに思い出されますが、大浦食堂の親父さんというのはもうめちゃくちゃ有名で、芸大のもちろん学生、全員知ってます。全員もう。そして、大浦食堂の親父さん自身も学生のこと、大学のこと、裏の情報までめちゃめちゃ知っていますので、ぜひ、暴露本等を出すという予定がありましたら、私も協力いたしますので、本当多分売れるんちゃうかな。何回か芸大に絡むような本っていうのは出版されてますよね。で、なんかちょっとバズったりしますけども、大浦食堂の親父がなんか書いたらめちゃくちゃ面白いと思うんで、ぜひ大浦食堂が辞められた後に、本を出すということを考えられてみてはどうですか。情報知識、見てきたことというのは子どもたちが帰ってきました。もうすごい情報なので、ぜひ。ということで、今グリザイユという方法で、描いていきながらちょっとずつ進めていっております。あれ何の話だったっけ。芸大の行ったらやむという話ね。そうか。で、そういう大学でございますので、ぐぐぐっと話を戻すと、上野動物園第二分校の中で個性を見つけ出すというのは、うわめっちゃ騒いでるわ。うちの私の2000年卒業なんですが、1個上の学年には伊勢谷友介さん、モデルで俳優の伊勢谷友介さんがおられたんじゃないかなと。年齢は私の1個下だと思うんですけども、彼は天才なんで、有名でした、在校中から。で、そういう大学の中で過ごしていくと、自分自身っていうのが本当に面白くない普通の人間に感じてしまうんですね。でその中で個性を見つけろということで、21、19、20、21、22くらいが多いですかね。言ったら人生経験もそんなにしてないので、なかなかそれを見つけ出すということは難しいと思います。すごい難しいし、
なかなかそれを探し出すということは困難で、でもやっぱり探していかないといけない。で私もそういうのをやりながら自分自身ももがき苦しみました。高評会というのが大嫌いです。今私はなんか一般の人向けに作品を公表しますよと言ったら皆さん送ってきますもんね。自分の絵とか批評なんか僕されたくないんですけど、されたいんですね。ちょっと面白いなというふうに思いますが、でいろいろ考えて、僕は大学の3年生の時に、ある田口康夫先生、私の動画の中ではよく出てきます、田口康夫先生からこんな言葉を言われました。君の絵は立ってないね、君の絵は立ってないねということを言われました。何ですかこの君の絵は立っていないねと。要は地に足がついていないということですね。で、やっぱりあなた自身がもう言ってしまえば自分自身の手の届くところ、目の見えるところのことをまず考えて、自分自身という人間は何なんですかということを少し考えてみられてはどうですかという言葉をいただいたんですね。実はこの言葉すごくありがたかったです、私自身は。でその時に少し考えて、自分自身はどういうに今叩き筆で生活にしていっております。どういう人間かなって考えても、たかが20年ちょっとしか生きてない人間にとって、それはなかなかないんですけども、あるとすれば、例えば生まれ育ちですね。普通に私はサラリーマンの兄貴が一人いる中流家庭で育ちました。ただ奈良県というところに育ったので、やっぱり自分が生まれ育った郡山というところで生まれまして、育ったのは大阪であるとか、あとは小学校4年生から奈良県の王寺町というところで育ちまして、ちっちゃい頃は本当に法隆寺とかで遊んでいる写真とか残ってるんですね。で大学生の時に古美術研究旅行、時を同じくして3年生から4年生あたりになって古美術研究旅行というので、奈良県の方に、奈良と京都に、あれは2週間やったかな、もうおぼろげになってしまいました。2週間やったと思いますけども、そのうち10日間ぐらいは奈良の方に、泊まりました。お寺とかを見て回る古美術研究旅行に行ったんですけども、言うたらなんか芸大の同級生ほとんど関東とか、それ以外東北とか、全国から来ますよね。奈良県民は私だけでした、同級生は。そうすると周りの友達たちが言うてくれるんですね。めちゃくちゃ小木曽のとこ習ってえなって言うてくれるんですね。私は高校生の時は大嫌いでした。なんでかわからないですけども、大阪の予備校に通っていたんですが、大阪の予備校に行くと、奈良県って田舎やなって、なんで奈良県めっちゃ田舎やんとかっていう大阪のやつに言われました。いまだにそいつらの顔は僕はめちゃくちゃはっきり覚えてますが、単に親がそこに住んだっていうだけの話なんですけども、どっちかというと、関西の中で奈良っていうのはね蔑まれているんですけど、全国から見ると奈良って素晴らしいっていうふうに言われますね。それはすごい大人になって感じます。だいぶグリザ湯で書いてますね。上向いて喋ってて画面を全然見てないので、どこまで進んでいるかたまに見返してますが、ちょっとずつ書いていってます。で、古美術研究旅行でそういうふうに同級生たちから言われて、自分自身のアイデンティティとしてある奈良県というのをもう一回見つめ直すことができたということと、同時に海外に40日間イタリアフランスの方に40日間行きました。そうするとなんとなく自分自身が育ったとこ、生まれてきたとことか、あとはなぜ美術を好きになったのかとか、自分自身がようやくその頃22、3歳だと思いますが見えてきたというのが実際です。そして写実的な画風になっていったというか、確証を持ってその仕事ができるようになっていったのもその頃です。それまでは本当に地に足がついていないふわふわしたような作品を描いておりました。でその頃から自分自身というものがこういう感じの人間なのかなというのが分かってきた。
それと同時に予備校の先生を始めていきました。予備校の先生を始めて、一番初めに、の学年というのは正直成績的にはよくありませんでした。ただ一人だけ現役で東京芸大に受かりました。ちょっとその子の名前を出していいかとか、その子のことを話していいかという許可を得れていないのであまり話せませんが、すごく売れっ子さんになっています。女の子一人でした。でその次の年に、大学の4年生になって、また予備校の先生をするんですが、めちゃくちゃ忙しくて、忙しいというか卒業制作を一生懸命やりたいから、あんまり予備校の仕事を適当にというと言葉が悪いんですが、やっていたんですね。そうするとあんまり予備校に来ないもんですから、当時の学生さんとかがわざわざ大学のアトリエまで遊びに来るんですね。例えば学園祭とかになったら来て、ですね、そうすると「ね先生」って言ってね、そうすると学生たちは何をしてたかというと、要は受験をする会場をもう事前に下見というか、それに慣れる経験ができていたんですね。でその中の何人か合格した学生さんのことはお話許可を得れてますので、でも名前は出しませんが、とある学生さん、その時4人、確かね20人ぐらいのうち現役で4人受かりました。これは個性を出すの見つけ方の一つですけども、4人、いまして、そのうちの1人、ある学生さん、正直のんびりしてるというか、ゆったりしてますね。ゆったりしている子で、なんでこんなゆったりしてるのかなっていうぐらいゆったりしている学生さんがおりました。保護者会なんかで、親御さんが来て一緒に来てお話しても、うちの何々はとろいって言ってました。とろいのよって言ってまして、確かにちょっとのんびりしてるかゆったりしてるなっていう感じがありました。ででもちょっと気にはなっていたんですが、すごい仕事が丁寧なんですよ。めちゃくちゃ丁寧。なんだこれはっていうぐらい丁寧なんですね。でただ受験となると一日で手を書いていってますね。手を書いてるとき背景も同時に書きながら輪郭を少し混ぜ合わすような作業をしたりとか、それでなんとなくその言葉だけは引っかかってました。ただ受験の中では私立なんかは1日で書いたり1日で書いたりする、油絵を1日で書くんですからね。すごいタフな試験です。武蔵野美術大学、多摩美術大学、東京造形大学、すべて残念なことに落ちました。困ったなと思っていたんですね。東京芸大しか残りはないぞ、困ったなって。その時にですね、学生さんにポートフォリオを作らせていました。ポートフォリオっていうのはそれで洋服や背景を一層目を書いていってるということですね。何でもいいよという。で例えば好きな作家さんのカラーコピーであるとか、当時はそのプリンターとかまだなかったような、あったかなかったギリの時代でございます。1999年のお話をしていますね。今その子たちはもう子供を産みましたなんて連絡をもらったりしていますね、この子はね。ポートフォリオをプロプロっと見せてもらった時に、なんとなく記憶にあったのが、枯葉をカラーコピーに取って、入れていたんですね。でそれがめちゃくちゃ綺麗だったんで、ちょっともう一回見せてって言ってですね、東京芸大の試験の前にそのカラーコピーをもう一度見せてもらって、そのカラーコピーをですね何枚かもっと拡大したり縮小したりとかして、たくさんカラーコピーをし直して、その枯葉、私の動画でも枯葉を描いてみたという動画ありますけども、枯葉を切り抜いて、それでまずエスキースで、その枯葉で何か人物やったら人物のシルエットをちょっとこれ絵の具厚く塗って言ってますよ、コラージュを作らしました。そうするとすごく綺麗なコラージュができるんですね。でとにかく自分が好きなものということで選んできた枯葉ですから、それを
貼り合わせていったらものすごい綺麗な画面になるわけですね。で本人はでも先生あんまり立体感が出てませんとか言うんですね。奥行きが出てませんなんていうことを言うもんですから、もうかまんかまん、もう奥行きとか立体感なんか全部無視してでもって言うわけですね。で私はもうちょっとね、いやもう分かったと、もう陰影をまず逆にしてみてくださいと。光と影の当たっている位置、光の当たっているところに暗い色が当たっているところに明るい色ぐらいの感じで、枯葉のコラージュを作らしたんです。そしてそれを絵に起こしてみてくださいと言うたんですね。そしたらですね、まあ言うてしまえば初めに言うてましたお母さんがトロイと言っていたのがうまくはまるんですね。まあ本人に言うたことはとにかく3層きれいに一面一面塗ってみてと、3層、2層の時もあったかもしれませんが、そうするとですね、いろんなパターンでいろんな塗り方が丁寧にできるから、まあ一面一面はきれいなんですね。で形もまあ輪郭取るのはできますわ。ただ立体感なんていうのはもう度外していいから、一面一面色面が、そうするとですね、まず色と面が見えてきて、なんとなく後から人間の形が見えてくるという絵が出来上がったんですね。そしてもう次の日ぐらい東京芸大の入試です。大丈夫、行っといでって言いました。もう一つの武器かもしれません。トロイというものを生かした一つの武器を持っていきました。合格発表の日、無事合格いたしました。ね、すごい話ですよね。そして、もう一人、この話は以前したと思います。 T さんの話ですね。 T さんは高校3年生の夏休み、予備校のところであるところで、ですね、事務室みたいなところの前で突然ひょっこり現れて、真っ黒なんですね。真っ黒で、白いのは白目と白い歯だけです。突然ですね、私半年で芸大に受かりますかということで言うてきた学生がいます。この話は以前してますのでまたかと思われる方すみません。半年か、いけんちゃうっていう、まあ私適当ですから答えますわね。で、何してたん今まで、夏休みまで何してたんって言ったら、私テニスでインターハイに行ってました。なんとインターハイまで行くすごい優秀な選手だったんでございますね。そして、始まりました。全然形も取れない。なかなか難しい。まあ、ただ、なんていうか根性あるんですね。もうこっちは厳しいこと言うても全然へこたれない。強い子やな思いながら見てましたが、いよいよ12月ぐらいになってですね、まあなんかですね、すごい絵を描いてるんですね。私の担当じゃ、講習会だけは違う先生に見てもらうというようなシステムで、12月の冬休みの講習会担当している先生から「沖さちょっとやばいぞ」っつって、T さんめちゃくちゃなんかグロい絵描いてるぞということでですね、呼び出されました。どんな絵ですかって言って、で本人呼び出して絵を見せてもらいました。なんとクリムゾンレイキ、ビリジャンという緑と赤両方透明色、この2色だけで人物画を描いているんですね。うわー、なんじゃこら。まあ補色ですけども、またそれがもう皆さん想像してみてくださいね。ワインレッドみたいな色と緑は何やろな、何やろ、パッと出てきませんわ、その色だけで描いているという絵ですね。おお頑張っとるやないけみたいな感じでした。そして1月、もういよいよ入試まで近いぞ。東京造形大学の入試までおそらく10日前ぐらいだったと思います。いよいよになったんでちょっと私も困りました。どないしたもんかな。本人も分かってるんですね。これじゃ無理やろうなっていうのね。で私確か当時2000円か3000円か覚えてないですけど、もうちょっと現金渡してですね、ちょっと君の好きなもん買うておいてと。買うてきて、池袋にある予備校でしたから、東武デパートか西武デパートの銃探してなんか買うておいでと言うて、はい分かりましたと元気よく、向かっていきました。そういう一時してから本人帰ってきました。先生買うてきましたよなんて言うんですね。おお何買うてきたって聞いたらですね、背景を書いていってますね。
何買うてきた見てくださいへへへへって覚えてます。その顔をね、袋から出して、見せてくれたものは肉の塊でした。和牛ブロックみたいな感じですね。何ですか？カレーを作る時に使うようなやつかな。和牛の赤い、言うたらクリムソンレーキの色でした。それ書きたいんかっていうことでですね、なんじゃこいつとも女子高生ですよ。そしていよいよだいぶできてきましたね。アトリエの片隅の方に彼女のスペースを作ってあげて、ここで自由に書いていいよということで、そこで書かしておりました。赤いクリムソンレーキ、一日中ずっと書いてる。冬ですけども床暖房が入る建物でしたから熱がどんどん上がってくると、そうするとクリムソンレーキは少しずつビリジャンが入ってくるんですねでもう食らいつくように、形なんてね全然取れなくても、いいんですね。もうこれ最終版だなこれな。それで、書いていったわけでございますね。それで、徐々に、赤から緑に変わっていく。それでできた絵が素晴らしい。なんというかこの塊はという絵を描きました。でもちょっとそれじゃ受験は難しいぞということで、よし分かった、お前ちょっとでも明徳寺ぐらい描けやんということで、小さく切ったキャンバスボード、それを渡しまして、今日ちょっと目ん玉だけこう描いてこい、はがきサイズぐらいに切ってあげて、そうすると彼女は一つ持ってるんですね。集中力と体力という武器、最大の武器でございます。徹夜をして、目真っ赤にして顔中に絵の具をつけて、次の日制服できましたよ。よう覚えてますよ。書いてきましたって見たら目ん玉書いてるんですね。すごいですよ。目から涙、まつげ一本一本まで、艶がテカテカ入ってるような目ん玉を書いていきやがりました。私が見た人生で描かれた目ん玉ナンバーワンでございます。次口書いてこい言うたら、次の日また徹夜して書いてくるんですね。もう何日お前は寝てないねってヘラヘラしてましたが、口もえげつないんですよ。汚い話ですみません。よだれまでドゥルーっと書いていてっていう感じでやっていったら、口と目が描けると、あとは輪郭線をなんとか、そこからあと 2,3 日、クロッキーを、とにかく人物のクロッキー、輪郭を取れる方法を教えまして、それで口、目とあと指ぐらいかけたらなんとかなるかなっていうことで、輪郭がなんとなく見えるような絵と手と口、かけるようになりました。そして迎えた東京造形多摩美術大学、武蔵野美術大学。学力はある子だったんですが、確か多摩美だったと思いますが、油絵満点を取りました。満点ですよ。すごいですよね。満点。そして東京芸術大学、ここも面白いんですけどもね、ちょっと時間が迫ってきたのかな。ちょっと行けるか行ってみましょうか。東京芸術大学の試験の前に、家に帰ると留守電、当時は携帯がありませんので留守番電話の着信がピコ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 なっている、その着信をピと押してみると、何十件 T ですT です先生 T ですっていう電話ですね。かけ直してみました。酔っ払って帰った日です。私のところはちょっと難しいと、私立に行くのは難しいということで、芸大しか無理かもしれませんということになりました。なんとか無理くりやって、一次デッサンは通りました。東京芸術大学、当時40倍35倍7倍ぐらいあったと思います。そして二次試験が始まりました。試験が3日間か4日間あったと思うんですけども、1日終わったらだいたい予備校に皆さん帰ってきて、今日こんなことをしましたよみたいな感じで、報告するんですけども、その時の試験は黒い筒がボンボンとアトリエに立っていて、黒い布がベタっと貼ってあるという試験だったんですね。それと取材をしてきたもの、大学の上の東京芸術大学校内の何でもいいので取材をしてきなさいということで、取材してきたものを組み合わせなさいと。1日目は取材をするということでした。いろんな学生さんを話して、先ほどの枯葉の学生さんのもうやっぱ枯葉を描いてきてたと思います。完璧やないけみたいな感じでちょっとやったら、もう帰りって言って帰らしました。えらい遠い池袋から、あの子はねすごい遠い中央線のずっといたところから通ってましたよ。
で、ある程度一通り僕は面倒くさがりなのでそんなに長く遅く次の日試験なので試験は本人が受けるもんだということでとっとと帰らすのが私の主義でした。まあ飲み屋に行きたいというだけでございますが、そうしたら一人だけアトリエの片隅に、座り込んでいる女性がいる女学生がいるんですね。わあどないしよっかな声かけないとあかんかなと思ってですねおいどないしたティーって言ったんですね。そしたらもう振り返った顔も今もよく覚えております。鼻水垂らして泣きじゃくっているんです。先生やっちゃいましたというわけですね。何やってしもたんっていうことで聞いてみたらですね取材してきたもの何かというと鳥のうんちでございました。鳥のうんちを描いてきたか。そうか。それと黒い筒を組み合わせる。ここは私ちょっと助言をしましたね。君は得意なものは何ですか。私は日本一目と口を描くのがうまいです。そうだろう。ということで、なんとか鳥のうんちと鳥のうんちを鼻の位置にして、ちょっと図を載せておきましょうか。ちょっと今回は字幕とかを入れないつもりでしたがこれだけは補足のために載せておこうと思います。あんまり字幕を今回ね入れてないかなと思います、という絵を描いて見事合格したという、それが個性かどうか分かりませんが体力があるというのも個性だしトロイというのも個性だと思うんですね。だから皆さんがこれから生きていく上においてちょっとしんどくなったりなんかした時に自分自身って何かなっていうもしかして一般的に弱点とされるようなことも個性に変わるかもしれない。ねそういうことを少しなんとなく頭の片隅にでも置いておいてもらえるとちょっと生きる時に楽になるかもしれないし、こういうアホなラジオって言ってるなラジオがあったなと思い出してもらえたら、いいかなと思います。そんな感じで、グリザイユから着色をしていっております。だいぶ色ついてきましたね。いやいろんな学生さん見てきましたね。もうまた違う学生さんは黒だけで描いたという話をしましたね。その子に今教わっている人が私の個展に来てくれてあの話はまだ時間あるかな何分までいけたかちょっと忘れてしまったですが、黒だけで油絵の黒だけで描いたという話もありましたしこれっておそらく僕は絵だけの話ではないと思うんですね。これからの社会を生きていく上においては最近ちょこちょこ言ってるんですけど80点平均80点の人よりも何かに特筆して100点あとは60点ぐらいでもええかもしらんし例えばものすごいコミュニケーション能力が低いと言うたらでもめちゃくちゃ事務能力が高いという人は重宝される可能性もあるけどもでもそれも AI にとって変わられるかもしれませんよね。わからないですけどもだから常に何か時代というものとともに今私の視聴者の人は多くは65歳以上ですけど若い人がだいぶ増えてきました。で若い人のためにね大人たち頑張ろうよっていうのはすごく僕いつも思ってるんですけども私自身は本当に子どもの頃からアホなことばっかりして育ってきて、でも年々こう生きにくい世の中というか例えばやったらあかんことはやったらあかんことやと思うんですけど若干例えば年末のM1 グランプリのですねニューヨークという人のネタまた見直してみてください。若干の軽犯罪を延々と言うというネタがあるんですけども皆さんちょこっとぐらいはね私はもちろんやったこと1個軽犯罪なんかやったことないです。もう本当にお酒は20歳から飲んでますしね、タバコも20歳になったしその日からもちろん吸い出しましたし私は一切そういうことはしていませんが、若干のね、楽しいこととかそういうのを例えばテレビとかでやったりしていた時代もあったじゃないですか。今テレビ見てもね本当にタバコ吸ってる映像さえ流れない。この間久しぶりに千鳥の大悟さんがタバコ吸ってるのが流れて地上波でなんかすごいいいなと思いましたよ、一応法律では OK なんですけど世の中の空気はもうダメになりましたもんね。
なんかそういうのを感じます。髪の毛を描いていっております。なんかこう大人がすごくこう楽しんでいるという部分を見せていくことも、私の変に使命感を持っているんですが、使命かなとも思います。だから私の動画の中ではお金の話だってしますし、下世話とされるような、話をしますし、やっぱりあとは、世の中ね、もう本当に今の65歳以上の人たちというのは会社に入ったら永久に企業戦士だみたいな時代だったかもしれませんが、今の子たちはそうはいかんのよ。で、本当それはかわいそうやと僕思いますもん。昔の方がそっちは楽やったかもしれませんよ。なんか企業に勤めたら永久就職だとか、ね、年功序列だとかって言ってね、まあ口悪いから言いますけど、やっぱりその時代の女性っていうのはいいですね。なんかね、今の女性もうちのねパートナー素晴らしいんですが、やっぱね、なんかこう一歩引いてる感じが、私なんか遠慮しますっていう感じがありますよね。なんか動画でライブ配信とかしてると一歩男性はちょっとイラッとすること多々ありますもんね。っていうふうなことを思いますもんね。若い人は逆にもう何も言えなくなってしまっているという雰囲気があるんですね。だから私は仮面世代と名付けているんですが、ちょっとかわいそうな気はするんですよね。だからやっぱり大人っていうのもなんか楽しい大人がいたりもするし、下世話とされるお金の話だってするし、私だって夢を持っています。夢ぐらい持ってもいいんじゃないかなと思います。なんかそういう時代になっていかないと、若い人たちに夢がないと。昔はね、車を買ってとかだとか、私申し訳ないですがイタリア製の車に乗っておりますよ。フィアットというのに乗っております。三重でございます。まあ最近は子供がいるとちょっと不便な車だなというのは感じますが、そういう見栄があってもいいじゃないでしょうか。なんかそういう話とかもしつつあります。ちょっと最後の方に、昔ちょっとFacebook にいくつか載せた若い作家に思うことシリーズというのがあって、そちらのちょっと文章を読ませてもらおうかなと思います。若い作家に思うこと、昨日の長文がえらく反響で驚きました。これ若い作家に思うこと2と書いてますね。2015年に書いてます。ほろ酔いで挙げた文章でしたが、あれはよく学生に言っていることなんです。ちょくちょく載せていこうと思いますということで、はじめに一つよく言うのが、私は絵描きの才能がないから先生をしています。絵描きの才能があったら大学教員を辞めています。絵描き一本でいきます。才能がないから才能がある人のいいところに気がつける自信があるから先生をやっていますんやでということで、話は変わりますが、若い人よく言い訳をします。私も若い時はすぐに言い訳をしていました。今も多少ありますが、昔に比べたらマシになったかと。言い訳するのは自分の限界がわからないから、自分はもっとできるんじゃないか、でも時間がなかった、お金がなかったと言い訳をします。この2つの言い訳は作家は絶対言っちゃダメですよ。特に若い作家さんは。もしこの言い訳を例えば画廊さんから何々展覧会やってみないって言われてはいって言ったら、もうシャニムにやってみてください。もし期日が来て作品が上がらなくて時間がなかったとか言い訳したら、まあ話は来なくなります。ごめんねちびっこアトリエに入ろうとして、降ろされました。まあ話は来なくなりますからね。もし無理なら断りましょう。ちゃんと自分の思いや考えを伝えたら先方も分かってくれます。仕事を受け入れるときには慎重にしてください。昨日私のゼミ生の卒業制作のためのエスキース、絵を描くための計画書みたいなものですね、エスキースの締め切りでした。2ヶ月は前にそのことは言ってありますから、多分彼ら4年生が1年生の時から言ってあります。そしたら昨日バタバタと学生がエスキースを持ってきて、そして最後の仕事となりますね、動画中はね。バタバタと学生がエスキースを持ってきました。最初アポ取って、と言いますが、少し学生が特定されないように書いてもらうのが、でもやはり言い訳をします。時間がなかった、お金がなかったと。
私からすると毎年毎年この言い訳を聞いていますから、まあ慣れたもんですし、一気にギアをバリバリと入れて、説教をします。まあ本心はあまり怒ってないんですけどもね、年だから怒るのも体力はいります。昔は一瞬で瞬間湯沸かし器状態でしたが、もうおじいちゃんです。まあ約30分、多分彼らの人生でこんだけ怒られたことがないというぐらい怒ります。まあこちらもしんどいです。実は私も20歳の武蔵野美術大学の1年生の時に、この時間がなかった、お金がなかったという言い訳をしてしまった。もう20年も前なんですが、やってしまいました。武蔵野美術大学のとある非常勤の先生の授業、講評の時に私はあんまりやる気がなかったから、あまり大したことないやっつけの作品を出してしまいました。先生から何か言われた後に、時間がなかった、お金がなかったと言ってしまい、まあその時怒られました。その時言われた言葉、とてもありがたかった。君に代わる人というのは世の中にたくさんいますよ。君よりやる気のある人もたくさんいます。お金がなかったらその辺りに押している段ボールに絵を描きなさい。時間がなかったら寝ずにやりなさい。そのぐらいのことできない人はプロにはなれません、ということを言われました。これはどんな社会でも同じことが言えるのかなというふうに思います。なんだか当たり前のことをこんなにまっすぐに言えるのは、多分努力をしてきたからでしょうね。もう情けなくて恥ずかしくてということを書いています。500件いいねついていますね。もう一個ぐらい言ってみようかなと思いますけど、ちょっとちびっこがうるさすぎるので、まあちょっと一回止めます。もう一つぐらいエピソードいこうかなと思いましたが、時間がかなり少なくなってまいりましたので、これぐらいにしておこうと思います。本当に今年ももしかして卒業式やらなんやらがない、ところもあるかもしれませんが、今の時代は本当に SNS とかでね、連絡を取り合ったりできると思いますし、ただ僕らの時代よりもどうもそういう連絡というのがなかなか取らない時代になってきたみたいですね。なんかちょっとそういうのを感じますんで、なんかこうね、いろいろ落ち着いたらみんなで集まって、どんちゃんどんちゃんできるような時代が来ることを私自身も願っています。今はなんかこういろんなことを考え蓄えて、できる範囲で体力をつけて、これからに備えていけるようにする時期なのかなっていうふうに思います。ぜひ皆さんこれからの人生に役立つ言葉となったのかどうか分かりませんが、いやうるさかったなチビがな、ぜひぜひ子供面白いですよ。もちろんもう生活はガラリと一変しますが、面白いもんですよ。成長が面白いもんです。滑り台を一人でできるようになった、それだけでもすごい進歩だったりしますからね、ちょっと動画載せておきましょうか。ヒューッとね滑るような、そういうのも面白かったりします。なんかこうやっぱりですね、人間って初めは何にもできないのが徐々にできるようになっていくっていうのは面白いなと思います。でもなんとなくこう20歳ぐらいになるといろんなことができるような感覚に陥りがちなんですけども、実際問題はね、20歳21、22ってそんな決まらないですよね。そこからいろんな経験してまた変わって、いろんな経験して変わっていくと思います。もう本当に世の中の空気が22歳で就職をして、永久就職だみたいな風潮があったりしましたが、もう今の時代はどんどん自分をですね、変わっていくことができる時代やなと思いますので、そういったこともポジティブな方に考えていけると、いいなと思いますので、自分自身の武器というのをいくつか見つけて、逆に弱点というのは、直そうとするより隠そうとすればいいんじゃないかなと、それを覆い尽くすぐらいの自分の武器を前面にさらけ出していったら、多分面白い人生が待っているのかもしれませんし、私みたいに、本当に自分自身がしんどい時もあった人間が言うから、ちょっとリアリティを増して皆さんに伝わってくれればなというふうに思いながら、最後のデテールを書いていっております。こんな地味なことをしとんねんで、ほんまに明るいおじさんやけど、ちまちましながら少しずつ仕上げていくわけでございますよ。
イチローなんてね、4000本ヒット打ちましたがね、何万回と素振りをし、何十万何百万何千万ね、その練習の数、その中でも3割しか打てないわけですからね、3割ちょっと打ってるわけですけどもね、だからそれの努力たるやすごいですよね。本当かどうか知りませんが、イチローという選手はなんかね、いろんな伝説がありますので、ぜひネットでちょっとそのネット情報を言ったら間違えたら怒られるのでやめとこうと思いますが、そういうのとかを見ると本当天才が努力をするともう本当いよいよになるというね。だからやっぱりこう本当に自分自身がどういう人間、目ん玉かけましたね。うわ細かい仕事をしてますね、ちょん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 としていっております。ちょん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 とちょっと黄色っぽい色を塗った上に、今日はちょっと作品の解説ほぼ一切ありませんでしたがこれはサムホールで描いた動画がありますので、ほぼ同じような顔の描き方です。絵自体はちょっと大きいのでですね、より細かく描けているかなというふうに思います。今日は縦動画にしました。ちょっと新しい試みです。あんまり今後はしないと思いますが、スマホとかで見るとね、結構迫力あって見えやすいんじゃないかなと思ったので、こういう風にしました。ちょん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 。人生いっぱい1回2回ね、僕も何回も何十回も失敗してますしね、それはそうですよね。慣れてきますよ、失敗にね。で失敗恐れずに、どんどんやってみてください。昨日1年生の最後の授業だったんですが、もう1時から授業が始まるんですが、12時ぐらいに学生が最後のアドバイスをくださいと、そこから解出したいのでっていうことで、そういう言うてきたので、テレビ電話機能を使って、途中段階の作品を見せてもらって、この変更してみたらみたいなアドバイスをして、それを忠実に2時間後の公表会までに一生懸命頑張ってやりました。その子ほとんど経験したことが絵を描いたことないということだったんですが、28人中3番目のか4番目の得票を取って嬉しかったんでしょうね。その後お礼のメールが来ました。もう先生に言われた通りのことをみんなからコメントもらいましたなんていうことでですね、そこで勇気を出して先生に意見を聞いてみようとする、そのちょっと一歩踏み出す勇気みたいなのをこれからも持って皆さん頑張っていってください。わーわー言うとります。これナインティナインさんのいつもラジオの終わり方です。ぼちぼち時間が来ました。長い動画ご視聴ありがとうございました。まだ体の部分か。今後も楽しい動画作りをしていこうと思いますので、ぜひお付き合いください。それでは最後は静かに去っていこうと思います。それではありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんにとって非常に大変な一年だったのではないかと思います。私ももちろんそうですが、こういった動画で、皆さんとお会いできるようになったということも一つの縁かなと思います。ちょっと長い動画でございましたが、楽しんでいただけたでしょうか。これからもまた皆さん元気で頑張っていきましょう。それではさよなら。